こんにちは、KI です。いつもご視聴ありがとうございます。中の人は花粉症でくしゃみがひどく、録音ができないので今回も私の声でお送りいたします。さて、ニホンミツバチの毎月動画、今回はちょっとサボりまして、1月と2月の合併号としてお送りします。その代わりといってはなんですが、初心者向けのミツバチ飼育ガイドの制作も始めましたので、よろしければ合わせてご覧ください。それでは早速やっていきましょう。2025年末にかなり蜂数を減らした越冬群。復活の望みをかけて蜂蜜と酒粕団子を給仕しましたが、蜂蜜は逆効果でした。本格的に寒くなってきたため、水分がある給仕は良くないようです。また、蜂蜜給仕はどうしても病気の心配が消えませんので、蜂蜜給仕は一旦終了としました。年明けて早々に金龍片を日当たりの良い場所に移設しました。本当は11月には移しておくべきだったのですが、霜が降り始める前には何とか完了しました。と思ったら年明け早速インフルに。幸い新薬のおかげで服薬の翌日には熱が下がり、体力温存できました。皆さんもお気をつけください。さて、1月10日に新年最初の内見をしました。もしかして全滅しているかもと心配していましたが、若干減っているものの生き残っており、安堵しました。1月後半には霜が降りると枯れてしまうミスマフェットとアクシデンタルをサンルームに移設しました。手前のアクシデンタルが調子が良くないです。一気に大きめの鉢に植え替えたのが良くなかったようです。植物の根よりも大きすぎる鉢では水分が抜けきらず、特にランには合わない様子。近々もう少し小さい鉢に植え替える予定です。2月1日に2回目の内見をしました。鉢数変わらずといったところです。2月7日に珍しく結構雪が積もりました。2月8日の午前に雪がかなり溶けたところで、氷砂糖と黒砂糖を給仕しました。真冬は水分のない砂糖の給仕の方が安心ですね。2月8日は午後からまたかなり雪が降り、午後には東名や新東名が通行止めで、一晩中一般道を走った方も結構いらっしゃったようです。雪道ではスタッドレスが必須ですね。2月13日、八友さんのところで恐ろしいくらい元気に時騒ぎしていたとのこと。今年もまた2月が暖冬で、動き出しが早いですね。昨年は3月に寒の戻りがあって足踏みすることになりましたが、今年はこのまま暖かくなるのか天気予報のアプリばかりチェックしています。さて、そろそろ今年の捕獲の準備も進めないといけないですね。今年のマチ箱については思うところあって、熱湯煮沸消毒を行うことに決めました。その効果は5月末頃までには判明すると思いますので、追ってご報告します。ボンベを用意してお湯を沸かせて、1箱目をつけたところでなんとガス切れ。ボンベが軽くなってきていたのでそろそろ怪しいとは思っていたのですが、なんか解決策を考えます。2月21日、かなり暖かいのですがお出かけしていません。そろそろ水を欲しがる頃かと思い、水飲み場のようなものを置いてみました。八友さんが時騒ぎをしているところを見たとのことなので、まだ生き延びています。この後、砂糖水と酒粕団子を給仕するか、また給仕するならいつから始めるか迷いに迷っているところです。皆さんコメントでご意見いただけると助かります。重箱式巣箱も製造して増やしているので、今年はいっぱい入居しても大丈夫です。さらに秘密兵器も導入したので巣紋もきれいに作れています。巣箱の作り方の動画は作成中でもう少しかかりますので、よかったら巣箱製造について詳しく説明したブログ記事を先にご覧いただければと思います。ホームセンターのカットサービスに渡す指示図のサンプルもダウンロードできます。巣箱製造のブログ記事のリンクを概要欄に貼っておきます。このチャンネルでは定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマに、ニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介しています。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。
登録よろしくね。